感情の神経科学を調べていて一番驚いたのが、快楽物質としてよく耳にするドーパミンが実は快楽ではなく期待に反応しているという話でした。恋愛中に前頭前野が弱まって判断力が落ちるという話も含めて、感情は人類が生存していくために必要な仕組みなんだと分かりました。失恋して胸が痛い。これは比喩ではありません。怒りで体が熱くなる。恐怖で足がすくむ。恋をすると相手のことが頭から離れない。これらはすべて人類が生存のために進化させた脳と身体のメカニズムです。喜び、恐怖、恋愛、怒り、私たちを動かす感情の仕組みを追いかけます。感情を生み出す主な脳部位は4つあります。中心的な役割を担うのは扁桃体。側頭葉の内側に左右1つずつあるアーモンド型の小さな構造です。扁桃体は脳の警報システム、危険、脅威、感情的に重要な出来事を素早く検出し、全身に反応を起こす命令を出します。その情報を受け取り、行動していいか判断するのが前頭前野。感情のブレーキ役、理性的な判断を担う部位です。頭皮質は身体内部の感覚、心臓の鼓動、胃の締め付け、体の熱さを意識として感じさせる役割を担います。感情を体で感じる仕組みです。そして4つ目、視床下部はホルモン分泌の制御センター、コルチゾール、アドレナリン、オキシトシンの分泌を調節します。これらが協調して私たちの感情が生まれます。道を歩いていて突然蛇を踏みそうになる。考える前に体が飛びのく。なぜでしょうか。神経科学者ジョセフ・ルドゥーが発見した恐怖の2経路で説明できます。感覚刺激は脳に入ると同時に2本の経路を走ります。一つがハイロード、視床、大脳皮質、扁桃体の順に詳細な情報処理をする約40ミリ秒の遅い経路。もう一つはローロード、視床、扁桃体の直接の経路。粗い情報処理だが約12ミリ秒の超高速経路。ローロードのおかげで脳がこれはヘビだと確認する前に、扁桃体が全身に危険だ、逃げろと命令を出せます。進化的に 0.03 秒の差が生死を分けることがあった。だから人類の繁栄の中でこの回路が保存されてきたのです。ただしこの高速反応は現代社会では誤報になることも多い。突然の物音、SNS の批判コメント。脳はそれを命の危険と誤検知してしまうことがあるのです。ドーパミンイコール快楽ホルモン。これは半分しか正しくありません。1997年、ウォルフラム・シュルツの実験が真実を示しました。猿にジュースを与える実験。最初はジュースが来た瞬間にドーパミンが急増した。しかしジュースの前に必ずランプがつくように訓練すると、ドーパミンが急増するのはジュースが来た瞬間ではなくランプがついた瞬間に変わったのです。ドーパミンは快楽そのものではなく、王将の予測、期待の瞬間に反応するのです。だからガチャを引く前がドキドキする。スマホの通知を開く前に興奮する。 SNS のいいねを待つ間が一番気になる。予期しない報酬は特にドーパミンを爆発させます。これが依存症のメカニズムであり、ギャンブル、 SNS、スマートフォンがこれほど人を引きつける神経科学的な理由です。ドーパミンが期待に反応するって知ってから SNS をついつい見てしまう理由がすごく腑に落ちました。 YouTube の再生数を頻繁にチェックしてしまうのは仕方がないことだと言い訳できそうです。後半は恋愛で脳がどう変わるのか、そして胸が痛いが比喩じゃない理由を解説します。
恋愛中の脳はどうなっているのか。2000年、ロンドン大学のバーテルズとゼキが恋人の写真を見ている時の脳を fMRI で撮影しました。活性化したのは腹側被害野と非常核、ドーパミン、報酬系の中枢です。恋愛初期の脳は薬物依存と非常に似た状態になっています。相手のことを考えると報酬系が活性化する。そして同時にある意外な不活性化も確認されました。戦闘前夜の一部、批判的思考、リスク評価、否定的な感情、これらがオフになっていたのです。恋は盲目という言葉は比喩ではなく神経科学的事実です。恋愛初期には相手の欠点が見えにくくなり、リスクへの感度が下がる。これは進化の観点から見れば合理的です。相手のことを好きでいるために進化した脳の機能なのです。ヘレン・フィッシャーの研究によれば、恋愛には3段階があります。性的欲求、テストステロン系、特定の相手への惹かれ、ドーパミン系、そして長期的な愛着、オキシトシン系、それぞれ異なる神経回路が関与しています。では、失恋した時、脳では何が起きているのか。コロンビア大学のアイゼンバーガーらの研究で、失恋した直後の人に元恋人の写真を見せると、身体的な痛みを感じる時と同じ脳領域が活動することが確認されました。頭皮質、全体上皮質、痛みの処理に関わる部位が活性化する。胸が痛い、胸が潰れるという感覚。これは本当に身体的な痛みと同じメカニズムで起きているのです。また失恋直後もドーパミン報酬系は相手を求め続けます。薬物依存が弾薬後も渇望を感じるように、失恋後も相手への強い渇望状態が続く。これが失恋の苦しさが長引く神経科学的な理由です。感情は文化を超えて同じなのでしょうか。1972年、心理学者ポール・エクマンは世界27カ国を調査し、喜び、悲しみ、怒り、恐怖、驚き、嫌悪の6つの基本感情は表情として文化を超えて共通していると発表しました。生まれつき目が見えない人も見える人と同じ感情、表情を示す。これは感情表現が学習ではなく生物学的に組み込まれていることを示します。一方でこの定説に異議を唱えたのがリサ・フェルドマン・バレットです。感情は生物学的に固定されたカテゴリーではなく、文化と経験によってその都度作られるというのがバレットの主張です。日本語の木漏れ日、わびさび、このように言語が概念を持つことでその感情を実際に体験しやすくなる。言語が感情にラベルを与え、それが感情体験そのものを形作っている可能性がある。日本の研究では、日本人は感情の経験は欧米人と同等ですが、その表現を強く抑制する傾向が確認されています。感じていても見せない。文化が感情の表出を形作っているのです。感情は脳だけで作られているわけではありません。腸には約1億個のニューロンがあり、腸管神経系 ENS を形成しています。これは脊髄全体のニューロン数より多い。腸内細菌はセロトニンの材料となる物質やGABAを産生し、迷走神経を通じて脳に信号を送ります。腸の状態が気分に影響する。これも比喩ではなく神経科学的事実です。心臓にも感情との深いつながりがあります。心拍変動 HRV は感情を反映する生体指標です。 HRV が高い人は感情調節能力が高く、ストレスに強い傾向があることが多くの研究で示されています。アントニオ・ダマシオの提唱するソマティックマーカー仮説によれば、意思決定には体からの感情シグナルが不可欠だそうです。直感とは体がこれまでの経験から学んだ感情シグナルの蓄積。つまり勘が鋭い人は
体からの感情シグナルをうまく活用できている人かもしれません。感情を神経科学で見ていくと、怒りも恐怖も悲しみも全部があなたを守るために進化したシステムなんですよね。感情は邪魔者じゃなくて、むしろ意思決定に欠かせないっていうダマシオの研究を読んでから、感情むき出しで働いている人を見かけても仕方ないかと思えるようになりました。一つ聞いてみたいんですが、ドーパミンは期待に反応するという話を聞いてみて、自分に当てはまることは何かありましたか？どんな言語でもコメントもらえると嬉しいです。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。